第一章。期末考の直前、学園一のお金持ちでプロムクイーンのクロエが、みんなのストレス発散に協力すると申し出た。その夜、卒業学年全員が街で最も会員制の厳しいクラブに集まった。クロエが招待しなかったのは私だけだった。しかし、インスタグラムやスナップチャットにアップされた自慢げな写真を見ても、私は涙一つ流さなかった。ノイズキャンセリングヘッドホンを装着し、教科書に集中した。前世では私は標的だった。クロエの投稿を見て心配し、クラブに駆けつけ、そこで彼女が私の彼氏に愛を告白しているところにまさに遭遇したのだ。私はプライドを飲み込んだ。責任感のある人間であろうとした。クラスメートたちに将来を決める試験に集中するため家に帰って休むよう懇願した。そして私が得たものは純粋な憎悪だった。自分が楽しめないからって他のみんなも楽しませないってわけ？私が写真を撮り保護者のグループチャットに送信してやっと全員が家に連れ戻されたのはそれからだ。彼らは全員試験で好成績を収めた。全員アイビーリーグの大学に合格した。そして私は完全に仲間外れにされた。彼氏のリアムと私が共に合格通知を受け取った日、クロエは SNS に遺書を投稿し、睡眠薬の瓶を一気飲みした。あの夜、私が彼女の告白を邪魔した後、彼女はひどく酔っ払っていた。彼女は結局、脱出ゲームの部屋に一人きりで閉じ込められ、服を剥ぎ取られ、誰かに動画を撮られたのだ。クロエの依戦場が終わった後、リアムと他のクラスメートたちは狂気に駆られた。落ちた天使に復讐するため、彼らは私を誘拐した。私が拷問される動画を撮影した。私の両親を脅迫し、屋上から飛び降りるよう強要した。彼らは私の自殺を偽装した。私が不倫を重ね、両親を死に追いやった罪悪感から、地下室で農薬を飲んで自殺したという遺書を偽造した。私が死んだ後、クラス全員でシャンパンを開けた。リアムはついにクロエと結ばれた。私が死んで初めてクロエの正体を知ることになった。しかし、その時、私は目を開けた。私は戻っていた。彼女がクラス全員をおごると申し出た夜に戻っていたのだ。今度こそ私は彼らが望むものをそっくりそのまま与えてやろうと思った。もうすぐ期末考査だ。みんなストレス溜まってると思うから今夜は私がおごるわ。ブラックカードの力見せてあげる。街で一番ホットなスポットに連れて行ってあげる。歓声の中、クロエは有名人のように囲まれ、プラチナのクレジットカードを高々と掲げていた。私の手は教室のドアノブの上で固まっていた。中から声が次第に大きくなってくる。そうだ、何があってもルナには言うなよ。あいつは本当に興ざめなやつだ。絶対に先生や親にチクるに決まってる。笑い声が湧き起こった。クロエは長い髪を翻し、慈悲深い女王の役を演じていた。その言葉は氷水を浴びせられたように私を打ちのめした。この光景はあまりにも見覚えがあった。私はすでにこれを経験していたのだ。自分がどこにいるのか理解すると、私はハンドルから手を離し、ドアから後ずさった。私は生まれ変わったのだ。その認識が頭の中で鳴り響き、全身を震わせた。恐怖からではない。興奮からだ。前世ではこの会話をはっきり聞き取れなかった。誰もが口を閉ざしていた。私の彼氏であるリアムでさえ、ただ早く帰って休むようにと言っただけだった。彼は私を気遣ってくれているのだと思っていた。今ならわかる。彼は単に自分の痕跡を隠していただけなのだ。彼の心はすでにお嬢様のクロエと共にあった。ルナは可愛いけど、
本当にガリ弁だよ。俺にべったりだし、どうしようもない。期末前にお別れするわけにはいかないだろ。クラスメートなんだ。そこまで残酷にはなれないよ。当時、クロエが彼を擁護し、優しいと言ったとき、彼女は彼の手にラブレターをこっそりと渡していた。みんな、やめてよ。ルナは必死なの。この試験が平凡からの唯一の脱出切符なんだから。彼女、頑張らなきゃいけないのよ。こうして、クロエは聖者のようなお金持ちの美女、リアムは優しい秀才の学級委員長、そして私は彼に夢中の道化となった。しかし、リアムは何かを忘れていた。私につきまとって巫女背も懇願し、承諾してくれるよう頼んだのは彼の方だった。私が必死に勉強したのは、彼と付き合わせてくれるなら首席になる、と両親に約束したからだ。これから起こることを考えると、私は手が冷たくなった。数時間後には、クラス全員がクラブにいることになる。クロエはうっかり私をストーリーからブロックし忘れる。私はそれを見ることになる。そして、彼女はみんなの前でリアムに告白する。私はそこに現れ、彼女と口論し、彼女は酔っ払って一人きりにされる。すべてが仕組まれていたのだ。経験した地獄を思い出し、私はスマートフォンを取り出し、教室から立ち去った。静かな角に着くと、私は両親に電話をかけた。今夜、家庭教師を呼んでほしいと頼んだ。お母さん、もうすぐ試験だ。1分1秒が大事。休みはなし。今夜は勉強したいの。今度は私は彼らをやめない。第2章。クラス全員がこっそりと待ち合わせ場所に集まっている間、私は家庭教師の前に座っていた。彼らが乾杯し歓声を上げている間、私は花瓶の水の方へ歩み寄り、スマートフォンを中に落とした。画面がちらつき、消えるのを見た。ようやく微笑みが私の唇に浮かんだ。よしと、私は家庭教師に言った。離席分に戻ろう。クラブでは、ベースが鼓膜を揺さぶり、アドレナリンで満たされた心拍と同期していた。何人かの生徒はためらい、手にした飲み物を見つめた。黒駅末考査は月曜日だよ。本当に飲んでも大丈夫？もし誰かにバレたら。ストロボライトの下で輝くデザイナードレスを着たクロエは、笑ってごまかした。彼女はリアムの腕にしがみついていた。クラス全員がここにいるんだ。誰がチクるっていうの？みんなが黙っていれば、誰にもわからないわ。おしゃべりなあの子だけ、招待しなかったし。安心して。クロエはこのクラブに知り合いがいると主張し、みんなに飲み干すよう言った。光と同調圧力の間で、ためらいは消え去った。クロエがついてる。彼女、金持ちだし。一晩だけだよ。ストレス解消しなきゃ。それに、模試はボロボロにしたし。平均点は他のクラスよりずっと高い。前祝いだと思う。ルナ以外の全員がここにいる。もし彼女がリアムの彼女じゃなかったら我慢なんてしてやらないのに。誰かが私の名前を口にした。すでに崇拝で顔をあからめていたリアムはグラスを叩きつけ笑った。あいつの話はやめろ。もう後悔してるよ。今夜が終わったらルナと別れるから。歓声はさらに大きくなった。クロエは満足そうに微笑んだ。彼女はこっそりとスマートフォンを取り出し、写真を何枚か撮り、投稿した。公開範囲、ルナのみ。私の話をしてリアムは嫌悪の表情を浮かべた。彼はさらに酒を飲み、クロエに手を握らせた。有頂天のように見えた。ルナと俺は違う。あいつは子犬みたいに俺にくっついてくる。トップ10に入るためにもがいてるんだ。俺を見てみろよ、ほとんど勉強しないのに首席なんだから。多分、
俺たちが同じ大学に行くって思ってるんだろうな。リアムは眉を上げ、得意げな表情をした。あいつが絶対受からない大学に出願したんだ。あんなやつ？俺のレベルじゃないよ。これらの言葉を彼が口にしたと知ったのは、前世で私が死んでからだった。でも今？リアムがどの大学に行こうとどうでもよかった。今回は彼に大学に行かせないようにしてやるつもりだった。時間を計算し、私が写真を見て駆けつけていると思い込んだクロエは動き出そうと決めた。彼女はみんなの前に立ち、告白を始めた。リアム、もうすぐ卒業だ。後悔は残したくないの。君には彼女がいるってわかってる。でも、正直に言わなきゃ。リアム、あなたが好きなの。DJ は EDM からスローバラードに曲を変えた。スポットライトがクロエとリアムを照らした。クロエは着飾り、高級で儚げに見えた。リアムは彼女の瞳を見つめ、唾を飲み込み、決心が揺らいでいるのを感じた。クロエ、俺は。彼女は指を彼の唇に当て、入り口に目をやり、私の姿が見えないとわずかに眉を潜め、早まったことは言わせまいとした。まだ答えないで。君がルナを裏切るはずないってわかってる。ただ、彼女が本当に羨ましい。この曲が終わるまで待って。それから教えて。彼女はとても脆く、傷ついたように見えた。それはリアムの胸に直撃した。彼らは10代、ホルモンとアドレナリンに駆られていた。彼らを取り囲む数十人のクラスメイトが合唱を始め、肯定を促した。イエスって言え。イエスって。リアム、伝説だ。クロエはルナの1000倍増しだ。ためらってる場合？オタクと別れて、クイーンと付き合え。何を待ってるんだ、リアム？プレッシャーに、リアムの方向埋めが焦点を結んだ。クロエを見つめ、彼の表情は決意に固まった。クロエは微笑んだが、ドアを何度もチラチラと見ていた。額に汗がにじんだ。ドレスを強く握りしめた。さあ、イエスって。クロエが緊張してるぞ。彼女は唇を噛んだ。私はまだそこにいなかった。クラブが沸点に達している間、私はソファで快適に横になっていた。夜遅く、両親が会社から帰宅した。私が起きているのを見て、彼らは驚いた様子だった。私は単刀直入に切り出した。パパ、あの奨学金の学生、クロエっていう子への支援、やめたい。彼女のためのセカンダリーカードも無効にして。第3章。口に出して言うと思わず笑いが出そうだった。誰が想像できただろう？学校一の大金持ち、お金持ち令嬢が、実は私の家族が匿名で支援していた慈善対象者だったとは。本来は20毛券の寄付だったはずだが、なぜかクロエは私たちだと気づいてしまった。そして、私の家族が自分の恩人だと知ると、彼女は私を狙い始めたのだ。以前は、彼女が私を憎むのは成績のせいだと思っていた。だが、平均点の女の子が突然トップ10に入り、自分の成績が最下位まで転落するなんて、誰が想像できただろう？私の家には金が余ってるんだ。学校なんて成功に必要ないわ。彼女はそう言いながら、デザイナーのロゴが入ったブレスレットをちらつかせ、最新の限定スニーカーを履いていた。一方、私の家族は彼女の祖父に5万ドルの手術が必要だという手紙を受け取っていた。前世、私が告げ口して保護者が来たとき、みんなは帰った。彼女だけを除いて。彼女は、両親は会社を経営していて忙しい、運転手が向かっていると言った。クラスメートは彼女を信じた。彼女を置いていくのは気の毒に思った。しかし、クロエの両親は亡くなっていた。彼女には田舎の祖父母しかいなかった。
運転手は来ない。私の家族が彼女に費やしたお金は、他の100人の学生を支援できたはずだ。そして私たちが得たものは？両親の死。裏切り。そして私が死んだ後、クロエが私の墓に唾を吐く姿。慈善だって？ 18 歳までしか助けてくれなかったじゃない。大学は？私の生活は？祖父母が病気になったらどうするのよ。あんたたち金持ち資本家はみんな偽物。死んで当然だわ。現実に戻ると、両親は驚いた顔をした。彼らが口を開く前に、私は2人をぎゅっと抱きしめた。彼らのぬくもりを感じ、目に涙が浮かんだ。前世でアスファルトに転がった彼らの無残な姿を思い出した。怒りが胸の中で燃え上がったが、必死に押し殺した。顔を上げ、微笑んだ。約束してね。私が間違ってたって分かったの。パパたちの言う通りだって気づいた。話を聞く。リアムとは別れる。私は前世、愚かにも恋に溺れていた。死はそれをきれいに癒してくれた。リアムとの交際をずっと快く思っていなかった両親は、混乱しながらも安堵の表情を浮かべた。ルナ、あなた、彼と同じ大学に行くために勉強するって言ってたじゃない。急に別れるなんて？お母さんと話し合って本当に好きなら応援しようと思ってたんだけど。あのガキ、いじめてるのか？ちょっと待ってろ、お父さんが。彼らの心配は最高に息苦しいほどのものだった。罪悪感と怒りが腹の中で入り混じった。私は首を振り、彼らをもっと強く抱きしめた。ただ、自分自身に集中したいの。後悔はしたくないから。私は彼らを見逃すつもりはなかった。今度こそ彼らに後悔させてやる。クレジットカードが凍結されたまさにその瞬間、クラブでは誰も気づかなかった。仲間の羨望に浸っていたリアムは、クロエと付き合うことに同意した。彼は彼女の口元にキスし、厳粛に誓った。明日の朝、一番に別れるから。クロエの微笑みは一瞬凍りついたが、無理に甘く気弱な表情を作った。これで大丈夫？まだ別れてないのにやっぱりやめた方が。彼女が自分の評判を気にしていると思い、リアムは笑いながらもう一度キスした。心配するな。あいつは俺に夢中なんだ。俺は彼女の人生の恋。俺を傷つけるようなこと絶対にしないさ。この恥ずかしいセリフを聞き、クロエの目がピクッと動いた。彼女は嬉しくなかった。私が現れなかったことにパニックを感じていた。クラブの暗い隅々のカメラに気づくと、彼女はリアムを押しのけ、みんなに飲むよう叫んだ。祝おう。乾杯。そして期末考査で成功することに。クラスメイトがダンスフロアに殺到し、手にしたグラスを掲げたちょうどその時、重い手がクロエの肩にのしかかった。彼女は振り返り、目を輝かせて自分のコネだと思った。しかし、用心棒の顔を見て表情が曇った。何よ？私たちがパーティーしてるの見えないの？ウェイターが前に進み出て、POS 端末を手に支払いを求めた。クロエ様、お客様のグループのご請求がかなり高額になっております。それに、以前のご来店時の未払い分も。今すぐお支払いいただく必要がございます。クロエはうんざりした様子で、カードを取り出し床に投げつけた。商売のやり方、わかってる？恥かかせるじゃない。ほら。お金持って行って、消えてよ。彼女は怒りをウェイターにぶつけた。慣れっこになっていたウェイターはカードを拾い上げた。カードをスワイプした。彼の卑屈な笑顔は消えた。冷たく鋭い視線に変わった。クロエ様、このカードは使用できません。無効化されております。
他にお支払い方法は？クロエの顔が引きつった。第4章。違う、そんなはずない。キャンセルされるわけがない。ここで何度も使ってる。持ってきたのはこのカードだけ。用心棒たちが近づいてくるのを見て、クロエの顔から血の気が引いた。一人が彼女に手を伸ばした。リアムが間に入り、ヒーロー気取りで。おい。何する気だ。雰囲気の変化を感じ取り、他のクラスメートも集まり、クロエの前を守る壁を作った。下がれ。喧嘩売ってるのか？俺たちは一蓮托生だ。クロエ様がどこのお嬢様かわかってるのか？ご家族がどれほどの方かわかってるのか？彼女に手を出したら、彼女の父親がこの店を潰して、お前たち全員クビだ。彼らは脅し文句を叫んだ。クロエはパニック状態だった。メインの扉が閉められ、鍵がかけられるのを見て、彼女は叫び声を上げ、リアムの胸に顔を埋めた。リアム、どうしよう？カードが使えないの。私、傷つけられちゃう。彼女の声はみんなに聞こえるくらいの大きさだった。生徒たちは不安そうな表情をした。突然、用心棒の群れが分かれた。太い金の首輪と顔に傷跡のある大柄な男が現れた。誰が俺を探してるとかほざいてた？俺がオーナーだ。俺の知り合いだっていうやつは誰だ？顔を見せてみろ。クロエは固まった。私は。彼女は彼を知らなかった。オーナーに会ったことすらない。みんなの前でバレて、彼女は泣き出し、もだえるように体をくねらせた。騙された。あの人がオーナーだと思ってた。知らなかったんだ。今は払えない。どうしたらいいの？彼女の涙を見て、クラスは完全に防衛モードに入った。リアムは胸を張った。俺たち、踏み倒すつもりなんかねえよ。現金を持ってきてないだけだ。期末前の前祝いに来てるんだ。食い逃げする気なんかない。いくらだ？みんなで出し合うから。リアムは普通のクラブが高校生を入れないことを知らなかった。クロエは彼らを暴力団が運営する怪しいアンダーグラウンドの店に連れてきたのだ。入るのは簡単。出るのはそう簡単ではない。リアムが支払いを申し出ると、ボスは金の指輪をひねり、黄色い歯を見せて笑った。合計68,880ドルだ。彼は両手を広げた。目でクロエと彼女の後ろにいる女の子たちを舐めるように見た。もちろん、現金で払えないなら体でもいい。この女子高生たち、新鮮そうだ。68,000ドル近い。ぼったくりだ。集団が爆発した。彼らは高校生だ。小遣いをかき集めても1万ドルにもならない。ましてや7万ドルなど無理だ。リアムはボスに向かって叫んだ。クロエは震えていた。女の子たちは恐怖に怯えていた。クロエ、家に連絡して。お金を送るように頼んで。家？誰も来ない。クロエは唇を噛み、血が出るまで噛んだ。リアムを見つめ、涙を流した。できなかったなんとかする。ルナに電話する。今、私たちを助けられるのは彼女だけ。先生や保護者にバレる前に、彼女の助けが必要なの。彼女は警察を呼ばなかった。救急車も呼ばなかった。私だけがクラスを救えると繰り返した。彼女は私の番号をダイヤルした。何度も。応答なし。助けて。うわぁ。ぼったくろうってか？この金なしガキともぶっ殺せ。用心棒たちが動いた。生徒たちはビール瓶で殴られた。クロエは口を押さえ、震え、立っていられないほどだった。1時間後、私は新しいスマートフォンを取り出し、
SIM カードを挿入した。WeChat にログインするや否や、メッセージがポップアップ表示された。ルナ、わざとやったな。私は鼻で笑い、メッセージを削除した。画面を見て、心の中でカウントダウンした。あと少し。もうすぐだ。しばらくして、静かだった保護者グループチャットが爆発した。ある保護者が動画を投稿し、泣き叫んだ。うちの子元気いっぱいだったのにどうして期末前に集中治療室にいるの？待って、学校は今夜は必修の自習だって言ってなかった？どうして子供たちがナイトクラブにいるの？私は動画をクリックし、眉を上げ、大混乱を見守った。さあ、今回はどう言い訳するんだ、クロエ。